皆さんこんばんは。いつも輝いてるキラキラの星子だよ。私、暖かい一日を浅草で過ごしました。ブログ撮影もしましたので、これを皆さんに見せますよ。では、早速始めましょう。星子参上。はい、浅草に着きました。浅草には浅草寺、そして隅田川とその向こう側には東京スカイツリーがあります。でもね、今日の天気は超暑いから浅草寺と隅川だけ訪れました。浅草寺に行くとしたら一番使われている有名な通りは雷門の仲見世通りです。で、そこに行きましょう。行く道に人力車を引いてる人も見ましたよ。人力車は浅草のアイコンといっても間違いはありませんよ。やっと雷門に届きましたよ。じゃあ中に入りましょう。雷門を通り抜けると仲見世通りです。でも私が朝早い時間にいたのでまだ開いてないお店もありましたよ。それは残念だったけどね。お菓子や記念品、様々な伝統的な日本の商品も販売されています。食べ物やお土産だけじゃなくて着物とか浴衣も借りることができます。それ見て、ふわふわのおもちゃだよ。かわいいですね。それキツネのお面だね。浅草寺に行くならそれの歴史を少しだけした方がいいから、私は大略をちょっと説明しますね。西暦628に浅草に住んでいた兄弟2人の漁師が隅田川で観音仏の像を見つけました。観音仏っていうのは大乗の神様であり、慈悲の女神と呼ばれています。その浅草の村長が見つけた像のために自分の家を改造して小さな寺院として寄付したので、今の浅草寺になりました。徳川幕府は浅草寺を江戸時代の西暦前1600年初頭に徳川氏の寺院として設定しました。しかし今見えてる浅草寺が昔の寺院とは違います。理由は第二次世界大戦に浅草寺が爆撃されて破壊されたので、戦後に再建されたのです。浅草寺に行く道は門が2つありますね。一つはさっき通り抜けた雷門であり、あとは今見えてる保存門です。保存門がもっと大きくて2階建てのスタイルですね。しかし2つの同じ点は中に大きな連点が飾ってあります。保存門を通り抜けた後は浅草寺に到着します。次週ではみくじをやっている日本の占い師をたくさん見るでしょ。で、皆さんがみくじを引きたいなら100円かかります。おみくじ引きを見た後には寺院の内側に入りましょうかね。寺内ではビデオを撮ることが禁止なので、私撮影しなかったんですよ。それはダメです。はい、これは浅草寺から見えるスカイツリーです。戻るときは大抵の店も開いてるので、さっきと比べると人ももっと多くなるでしょ。賑やかですね。隅田川のほとりに行きましょう。これは隅田川とそばにある隅田公園です。このビールの形をした建物はアサヒビール本社です。その隣にあるのはスカイツリーなんです。はい、そこを見てください。電車が見えるでしょ。それは浅草からスカイツリーに行く電車です。はい、皆さんどうですか？景色も浅草の有名な場所も十分見えてるでしょうね。じゃあここで私はブログを終わりにしたいのです。皆さんも行きたいところとかあったらコメント欄に書いても大丈夫ですよ。好きになったらシェアしてくれませんか？じゃあお疲れ様でした。またね。バイバイ。